先日、ブロックリーをベースとしたビジュアルプログラミング環境であるツミッキーを紹介しました。当初は、電子工作向けにすることを考えていましたが、プログラムを作っていく中で、電子工作だけではないいろいろな使い道を思いつきました。その一つの例として、Excel を操作するプロトタイプを作りましたので、本動画で紹介します。まず、ツミッキーをインストールします。ローカルウェブサーバーを起動するのと、ウェブブラウザから Excel を操作するために Python を使います。そこで Python のサイトから最新版をダウンロードしてインストールします。次に Python に WebSockets と ExcelWings というモジュールをインストールします。コマンドプロンプトを起動してpip install WebSockets ExcelWings と入力してインストールします。次に、ツミッキーのファイルをダウンロードして、ご自分のパソコンに解凍します。ダウンロードのアドレスは、動画の概要欄をご参照ください。ダウンロードのアドレスに接続すると、ドロップボックスのページが開きます。右上のダウンロードアイコンをクリックして、ZIP ファイルをダウンロードします。ダウンロードが終わったら、その ZIP ファイルを解凍します。そして、コマンドプロンプトを起動し、ZIP ファイルの解凍先フォルダをカレントにして、SV と入力します。例えば、ZIP ファイルを C ドライブのツミッキーフォルダに解凍したとします。この場合、以下の順にコマンドを入力します。C コロンと入力します。CD ツミッキーと入力します。SV と入力します。これで、ローカルのウェブサーバーと、ウェブブラウザから Excel にアクセスするためのサーバーが起動します。ウェブブラウザを起動して、http://localhost:8000/ に接続すると、ツミッキーが起動します。また、http://localhost:8000/ index_en.html に接続すると、英語版のツミッキーが起動します。実行ボタンをクリックすると、Excel が起動します。起動するかどうかを確認してください。元からある緑色のブロックの後に、Excel を操作するためのブロックをドラッグしてつなぎ、プログラムを作ります。Excel を操作するブロックは、Excel 基本のカテゴリーの中にあります。ツミッキーで Excel を起動した時点では、ブックは開いていない状態になります。ブックを新規作成するのブロックを使うと、からのブックを新規作成することができます。また、ファイル名がのブックを開くのブロックで、既存のブックを開くこともできます。この場合は、ダブルコーテーションマークの間に、開きたいブックのフルパスを入力します。ドキュメントのフォルダやデスクトップにあるブックを開きたい場合は、ファイル名の箇所に次のパスを結合した値のブロックをドラッグします。以下を使ってリストを作成の後に、ホームフォルダのパスのブロックをドラッグします。選択肢の中から対象のフォルダを選択します。さらに、文字列のグループにあるから文字列のブロックをドラッグします。ダブルコーテーションマークの間にデスクトップなどのフォルダの中でのパスを入力します。セルに値を入力するには、1行1列のセルにを入力するのブロックをドラッグします。行番号と列番号のところを入力先のセルに合わせて書き換えます。数値を入力したい場合は、数学のカテゴリーから0のブロックをドラッグします。0をセルに入力したい数値に書き換えます。文字列を入力したい場合は、文字列のグループにあるから文字列のブロックをドラッグします。ダブルコーテーションマークの間に
セルに入力したい文字列を入れます。セルに数式を入力するには、1行1列のセルに、イコールの数式を入力するのブロックをドラッグします。行番号と列番号のところを入力先のセルに合わせて書き換えます。イコールの後に数式を入力します。新規作成したブックを保存するには、ブックにのファイル名をつけて保存するのブロックをドラッグします。ファイル名を指定する方法は、ファイルを開くブロックと同じです。また、すでに保存されているブックを上書き保存する場合は、ブックを上書き保存するのブロックをドラッグします。プログラムを作り終わったら、実行ボタンをクリックして、動作を確認します。今表示されている例は、ブックを新規作成した後、A1 セルに100、B1 セルにハローと入力し、A2 セルには、イコール A1×2 の数式を入力して、デスクトップ上に、sample.xlsx というファイル名で保存するプログラムです。実行する前の段階では、デスクトップ上には、sample.xlsx というファイルはありません。実行ボタンをクリックします。意図した通りに値が入力されています。また、デスクトップ上に sample.xlsx というファイルができています。なお、このサンプルプログラムは、ツミッキーの回答先フォルダの中の examples フォルダ、さらに、その中の Excel フォルダの中にある basic.json というファイルに入っています。読み込みボタンをクリックして、このファイルを読み込むことで、実行することができます。ブロックリーに標準で存在するブロックを組み合わせることで、条件判断や繰り返しなどの処理を行うことができます。また、1行1列のセルの値のブロックを使うと、セルに入っている値を読み出して、変数に代入したり、式の中で使ったりすることができます。繰り返しや条件判断と組み合わせる例として、FizzBuzz のプログラムを作ってみます。FizzBuzz とは、1から順に数を数えていくときに、3で割り切れる数では Fizz、5で割り切れる数では Buzz、そして3でも5でも割り切れる数では FizzBuzz という遊びです。実際に作ったプログラムは、こちらのようになります。デスクトップ上の fizzbuzz.xlx というファイルを開き、その C1 セルに入っている数まで1から順に数えながら FizzBuzz を行い、A 列に元の数、B 列に言うべき数を入力していく例です。例えば、fizzbuzz.xlx の C1 セルに50を入力しておくとします。この状態でプログラムを実行します。結果を確認します。意図した通りの結果を得ることができました。なお、このプログラムは、ツミッキーの回答先の中の examples フォルダ、さらに、その中の Excel フォルダの中の fizzbuzz.json というファイルに入っています。現時点では、できることは、ごくわずかしかありません。今後、ブロックの種類をもっと増やして、Excel の操作をいろいろと行えるようにしたいと思います。なお、この環境を利用する際には、一つ注意することがあります。Excel を Web ブラウザから操作するために、Python のプログラムを動作させて、8001番ポートで通信をしています。その Python のプログラムが動作しているパソコンに、外部からネットワーク接続できるようになっていると、Excel を勝手に操作されてしまいます。Firewall を正しく設定して、Python のプログラムが動作しているパソコンの8001番ポートには、外部から接続できないように設定しておく必要があります。一般的な使い方をしているパソコンなら、外部から接続できない設定になっているはずです。ただ、自宅サーバーを運用しているなど、外部からの通信を受け付ける設定にしている方は、
Firewall の設定にご注意ください。それでは、ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していただけると幸いです。